こんにちは、とばログです。今日はなんと作曲家のデスクツアーとか作業環境を見せてもらおうと思います。よろしくお願いします。というわけで作曲家の相沢直人さんの自宅にお邪魔してるわけなんですけども、めちゃくちゃもう見ての通り多分オープニング見ていただいてわかると思うんですが、めちゃくちゃかっこいい部屋に住まれています。なんで僕が今ここにお邪魔させていただいてるかっていうと、もともとは面識はなかったんですけど、ちょっと前にトバログについてメールでご質問をいただいて、それに回答させていただいた際に、プロの作曲家の部屋とかちょっと見せてもらえないかなみたいなちょっと淡い期待を抱いて返信したところ3秒で返信しますお願いしますので、すごいもう快諾いただいて、それで実際にこう部屋に見せていただくという運びになりました。相沢さんのことを知らないっていう人もいるかと思うので、簡単に自己紹介していただいても大丈夫ですか？皆さんこんにちは。僕はですね、クラシックの音楽家ですね。合唱曲を書いていたりとか、合唱曲やオーケストラを、指揮を、しています。作曲家であり、指揮者でもあるって感じなんですけれども、講師とかも大学で。そうですね、大学でも今2つ教えています。ひっそり YouTube のね、チャンネル作ってます。音楽家っていう活動を軸にいろいろ幅広く展開されている作曲家の方ですね。作曲家っていうか音楽家の人に普段会う機会が全くないので、かなりこちら的には興味津々というかいろいろ聞いてみたいと思うんですけど、どういう経緯で作曲家を志そうと思ったのかと。そうですね、僕小さい頃から、親の意向でよくありがちなんですけど、ピアノ教室みたいなところに通っていたんですね。でピアノはもうだから4歳ぐらいの時から、今までずっと37年とか、やり続けているという感じなんですけども、僕は例にたがわずというんですかね、ファミコン世代、スーパーファミコン世代で、小学校の時も中学校の時も高校の時も大学の時ももしかしたら今も、いわゆるゲーマーの隅っこに、名を連ねさせていただくぐらいな立場なんですよ。小学校何年生か忘れたけれども、ドラゴンクエスト、ドラクエですねをドラクエ3とか4とかをやっていたんですが、人に勧められて初めてオーケストラのコンサートを聴きに行くことがあったんですけども、そのオーケストラのコンサートが交響組曲ドラゴンクエストだったんです。ドラクエのコンサートって普通のクラシックのコンサートじゃなくてコスプレの人がいっぱいいるんですよ。一番前の列にライアンとアリーナとかいるやつですよ。これは面白いなと。でもう出てくる音も素晴らしくて感動してしまって、で調べてみるとドラクエの音楽っていうのはその西洋のいわゆるクラシック音楽からインスピレーションを得てというか、そのクラシック音楽のスタイルでいろんなジャンルのね、クラシックで書かれているんですね。そこから興味を持っていつの間にか作曲家を目指すようにね。何歳ぐらいの時に本格的に志したというか。本当の意味で音楽大学に行こう、つまり専門的な勉強をしようと思ったのは高校入ってすぐですね。高校1年ぐらいですね。高校時代、高校生までは、普通科というか、そうです普通に勉強をして、ただちょっとだけピアノが弾ける普通の、中学生だったと思いますね。いや面白いですね。僕ら世代でも結構そういうゲームに憧れて、グラフィックデザインを目指すとかそういう人も結構多かったりするんですけど、やっぱりゲームって完全に禁止するものではなくて、そこからインスピレーションを受けて将来につなげるみたいなところは結構、周りの面白いことをしている人の話を聞いてると割と多いんですけど、僕の仲間でもゲームから入った人いっぱいいますよ。でもいまだに飲み屋とかでドラクエか FF かみたいなところでその音楽の方面がじゃあそんな感じで、アイデアを出したりとか、作曲されたりとかもすると思うんですけど、実際どういう作業環境で作業されてるのかっていうのを今から見させてもらいたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。相沢さん。こんにちは。すいません、作曲中のところ。とんでもないです。じゃあ早速部屋の方を見せていただきたいんですけど、めちゃくちゃおしゃれですね。そうですかね。天井もすごく高いし、それが気に入ってね、ここ選んだようなもんなんですけれども、間取り的にはどういう感じですかね。
LDK かな ?LDK なのかな、これ事務所にもしてるんで、スタッフとかお客さんがよく来るんですけど、その時はダイニング使って、こっちは作業場ですね。書斎みたいな。あともう一つは開かずの間。ベッドルームです。があります。普段はこの作業場で作曲とか、仕事をされてると思うんですけど、本当に最近の話をすれば自宅から出られない時間がすごく多いので、授業をしたりとか、僕は合唱団の指導とかも結構してるんですけども、Zoom を使って、その人たちに向かってセミナーみたいなことをやるとかってこともすごく多いし、仕事で作曲とかアレンジとか、そういったものをしてるかな。あとちょっと本の執筆をしたりとか、っていうように使っています。とは言いながら実際はここで YouTube 見てる時間の方がもしかしたら長いかもしれない。ピアノがあったりとか、スピーカーがあったりとか、結構機材的に面白いんで、その辺をいろいろ見せてください。ぜひ見ていってください。ヤマハのキーボードと Mac ですか？ Mac ですね、これね。やっぱりね、音楽やる人は Mac 多いですね。なんか理由ってあるんですか？昔はね、その楽譜を作ったりとか DTM をする音楽制作のソフトは Mac でやるっていうのがね多かったんですよね。実際 Mac に最適化されてることも多かったと思うんですよね。最近はWindows も Mac もそんな変わらないですけども、やっぱりあれじゃないですか、スタバで開いてしかもなんかちょっと画面に覗かれたらなんか曲作ってんじゃねみたいに言われるのに憧れるんじゃないですか。ディスプレイは横長のディスプレイ、YouTuber とか最近よく使ってるんですけど、 YouTuber の方だったらほら動画のなんていうんですか、タイムラインみたいな、シーケンスみたいな、あれが横に長いとやっぱり一覧性があっていいじゃないですか。楽譜も制作するのそれと一緒で、全体が見れた方が便利なんですよね。例えば A4 ぐらいのサイズ感の楽譜があったとして、それがいくつも横に並べる、そういうことです、そういうことです。 PC スピーカーっていうんですかね。俗に言うモニタースピーカーってやつかな、原音忠実にってやつなんですけども、これ片方、15,000円ぐらいだったかな。そんなに多分凝ってる方から見れば全然安いもの。キーボードもヤマハじゃないですか。ヤマハを選ぶ理由みたいなのありますか？昔からなんかね、ヤマハのその音、キーボードもそうですし、ピアノもそうなんですけども、ヤマハの音になんとなく親しみがあって慣れてるっていうのがやっぱり一番強いかもしれないですね。ちなみにその机も結構面白いなと思ってて、机の形はなんか意味があるもんなんですか？ご覧の通り、鍵盤を押すと結構な圧迫感なんですよ。例えばちょっと何かお酒飲みながらおつまみを置いたりとか、そういうスペースが基本的に用意できないなと思ったので、こちら L 字型にしたって感じですね。真正面は基本的にキーボードとか動かさずに、その左側にあるスペースが割と自由というか、そこに。そうですね。ちなみにその椅子も割と面白いですよね。ハーマンミラーのセールチェアっていうデザインが気に入ってしまったんで、これの一番気に入ってるところは前傾姿勢取れるんですよ。体感的にはこう前に傾いている感じで、この配信する時もいい姿勢で、セールチェアとあとアーロンチェアしか前傾姿勢取れるのがなかった。さすが詳しい。結構作曲家とかミュージシャンの人もそうだと思うんですけど、キーボードがデスクの一番センターにあるじゃないですか。どういう風に使うというか、仕事的に音符入力することが多いんですよね。なんでミディでつないで、例えばこんな感じですね。ちなみにその作曲アプリというか、それは何ていうものを使ってるんですか？これはね、シベリウスっていうのを使ってるんですね。クラシックの音楽界で使われているこの楽譜を作るためのアプリなんですね。クラシック音楽家の場合はその俗に言う DTM とか、デスクトップミュージック的なものと違って、ほとんどアナログのやっぱり頭の中で音楽を組み立てて、これはもう楽譜を書くだけなんですよね。で、音を出すのは基本アナログなので、デジタルでは出さないっていうような、作品を書いてるんですね。
ちなみにここの、L 字型の机には今 iPad の Pro の 12.9 インチ置かれてると思うんですけど、めちゃめちゃ使うんですね。これをね、もう持ち歩かない日はないですね。一つにその楽譜の持ち歩きですね。例えば出張とかでいくつもの団体を回ってたりすると結構重いんですよ。有名なベートーベンの第九の楽譜なんですけども、これだけで相当の重みがあるわけですよ。確かにすごい重そう。でこういうのを何冊持っていくと大変じゃないですか。スキャンスナップでスキャンしてこの iPad のこれ4Scoreってアプリなんですけれども、曲をたくさん入れてですね、整理して、例えば団体ごととかに用途ごととかに整理をして楽譜を持ち運んでると。よく使うアプリとしては GoodNotes が多いですかね。GoodNotes が多いですね。基本は一番多いんですけども、楽譜を閲覧する、ライブラリーも兼ねてなんですけども、僕が使ってるのは4Scoreというやつなんです。というのを使ってますね。確かにすごいな。音符のマークがあったりとか、メトロノームがメトロノームの機能もあったりとか、今これメトロノームをね、これメトロノーム、でこれ面白いのは、これを見ながら演奏っていうんですか、練習したり指揮を振ることもあるんですけども、これ分かりますかね。この画面の外側が、脈打ってる感じ。そうなんですよ。これが指定したテンポでこういうことができてます。すごい。例えば作曲されてる方とか、音大生で、作曲勉強してる人とかは割とこのアプリ使ってるんですかね。これを使ってる人と、もう一つこれと双璧をなすアプリがありまして、そっちを使ってる人もいます。面白い。これは音に、声とかの音に含まれている倍音成分ですね。どの周波数の音が一番鳴ってるかと。これ音色ですね。トーンカラーと、声の特徴、音色を合わせていくなんていうようなこともやったりしてますね。面白いですね。iPad の使い方がかなり面白いですね。僕らとは全然多分違う。そうでしょうね。12.9 インチ使われてると思うんですけど、それ理由とかってありますか？やっぱり A4 サイズってことですね。もう楽譜と普段見てる楽譜が A4 であることが多いので、やっぱりこう縦に見た時に、この A4 のとほぼ同じサイズであるっていうことはすごく重要で、作曲のほとんどはこの自宅の、スタジオというか。そうですね。ただアイディアはね、どこで浮かんでくるかわからないので、それこそ iPad とか iPad に大体こうアイディアは最近だったら書きますね。まさにこれがその作曲のアイディア出しをしてたものなんですけれども、これGoodNotesなんですけれども、こういうようにコードとメロディーを書いていって、ラインが入ってるものが選べるんです。これも最近のGoodNotesに入ってるみたいですし、PDF をテンプレでデフォルトで入れて、でこの5線を出すようにしてます。これは外でやったんですけども、これが先ほどの画面に見えていた曲につながるんですよ。もう最近 iPad を持ち歩かないことがないので、楽譜の下書きですよね、言ってみれば。これスケッチって言うんですよ。漫画とかで言うとラフみたいな感じ。これを持ち帰ってこういう、これも教材用に作ってるんですけど、だからここではほとんど乗車する作業がメインかな。でピアノは遊び弾きをしてアイデアを出していくんですけれども、一方でピアノがなくてもアイデアが出てくるので、ピアノ使って作曲しないんですよ、むしろあんまり。そうなんですか。ピアノはないところで、静かなところで黙々とこう頭の中で音を鳴らしながら書くってことの方が実は多いかもしれないですね。イメージが多分リズムとかで脳内に浮かんでて、それを実際に楽譜に起こして。そうですね。でそれで頭で鳴らしてこれは素晴らしいとか言いながら書くじゃないですか。家に帰ってきてピアノ弾くと全然思ったのと違ったってこともたまにはあります。作曲もされてるっていうことなんですけど、1年間例えばどのぐらいの曲数を作曲されるんですか？すごく難しい話なんですけれども、クラシックの作曲の場合っていうのはそんな作品数書けないですよね。
メロディーだけ書いてアレンジャーがいるっていう仕事ではないので、例えばオーケストラだったら、僕は書きませんけど最近は30何パート30何段の楽譜を全部自分で書いていかないといけないんですよね。1曲でかかる時間っていうのは相当かかるはずなんです、僕は多分20曲書いたらその業界的には多い方なのかな。1曲に大体どのぐらい時間かけるんですか？作品によるんですけれども、うまくいった時で2時間ぐらい。逆に考えっていうかアイディアが浮かばなくて一つの曲を完成させるのに2ヶ月3ヶ月とかいうことをよくありますね。講師とか大学で教えたりもされてるっていうことなので、ウェブカメラというか、これシグマの FP ですよね。そうです。これで Zoom で学生に教えたりとか。本当はね FP 買ったら最近のことなんですよ。っていうのもやっぱり USB1 本でウェブカメラができるところに行かれたかな。Zoom やってると絶対言われますもん。そうですか。どうなってんですかこの画面はみたいな。Age03 これオーディオインターフェースなんですけども、必須ですね。パソコンで音を流したりとか、パソコンで、YouTube を流してそれを聞かせるとか、そういうシーンがとても今多いので、これが、この LINE 入力がこのキーボードから、このキーボードからここにつながってます、マイクはね使ってなかったんですよ。そうなんですね。これをだから購入した時にマイクが必要になったんで一緒に買ったんですけれども、これゼンハイザーの935かな、割と有名なやつなんですけども、例えばここら辺でねせんべい食べるのでカサカサした音とか外の救急車の音とかほとんど拾わなくなるので、授業とかしやすいと。じゃあ Zoom で授業されるのって多分最近ですよね。そうです。じゃあその前はそういう機材とかはそんなに実はその前はここら辺はもう全くなかったです。そうなんですね。なかった。ちなみに大学の授業とかその講師っていう話も今出てきたんですけど、何人くらい受けてるんですか？今ね僕週で2つの大学で計5コマ授業やってるんですけれども、一番多い授業だと98人ぐらい。どういう系の大学？今教えてる大学は、いわゆる音楽大学なんですけども、東京芸術大学、僕の母校でもあるんですけども、教員免許を取るための授業、合唱の授業なんですけどね、をやっております。それともう一つは、川崎にある専属学園音楽大学というところで、ソルフェージュといって、音楽の基礎的な力を養うための授業とか、あと歌い手ですね、歌い手の卵、声楽家の人たちにアンサンブルを教えたりとか、もうね本当ラジオのパーソナリティみたいに話で引きつけないといけないなと思ってるので、つまらないギャグをエコーかけてリバーブかけてで自分でチーンとか音出してですね、自分で盛り上げながらやっていると。すごいですね。実際かなり虚しいですけどね人の本棚を結構見せてもらうのが好きなんですけど、音楽理論に関するものがこことかここら辺に固まってるんですね。これはもう作曲の勉強をするためのものですね。もう見たことないです。音楽の授業でも見たことないです。こういうのをこれもカーバーがどこ行っちゃったんですけど、ここら辺もドラクエとかありますけども、これも全部合唱の作品ですよ。でここら辺が僕が作った作品でして、今まで何曲ぐらい作ったんですか？最新作で252ですね。すごい。コンピューターおばあちゃんって懐かしいな。それ僕がアレンジしたんですよ。そうなんですか。アレンジってどういう意味なんですか？要するに元にある原曲を他の演奏の形態に変えるものがほとんどですね。合唱で歌うために、合唱用に書き直すとか。もう最近ちょっと忙しくてやってないんですけど、ドラクエ10、オンラインゲームはね結構やってまして、一時期それこそオンラインゲームにハマっていた頃はもうどっちがリアルな世界かわからないぐらいはちゃんとじゃないなやってましたね。すごい。24時間ずっと繋いでいて、それで寝て起きたらもうすぐにゲーム。ドラクエの音楽でこういう道進もうと思った。作曲している杉山浩一さんが指揮を振って、
っていうオーケストラの演奏会に初めて行ったんですよね、でその時に初めてオーケストラの生の演奏っていうのを聞いて、しかもドラクエの音楽って本当にクラシック音楽の西洋のねクラシック音楽のいろんなジャンル、いろんな時代のいろんな曲をドラクエに取り入れてるんですよ。その引き出しがすごい多いんですけども、いろんなことはドラクエの音楽から教わった。だからドラクエ10やるのもまあ必然ですよ、こんなの。それはそうっすよね。はい。とかドラクエ3とか。とかもうそういうの、それで音楽室で弾いてなんか人気者になるみたいな。絵本もね、これね実は作品を音楽を作るのに、僕が作ったんじゃないんですけども、この絵本から作られた音楽があって、それを演奏するためにちゃんと絵本の方を読んでおこうかなと。本当あと詩ですね。詩。そんな中で詩を読むこと結構多いので、これね、さくらももこさんの詩なんですよね。これ僕ですね、してる歌。これが僕が教えてるアマチュアの団体ではあるんですけれども、なんて言うんでしょう、ホームグラウンドみたいな。綺麗。この前日テレの ZIP でこの曲流れましたし、あと昔ね、何年前でもう10年ぐらい前かな、表参道高校合唱部っていうドラマがあって、それでもこれ取り上げられて結構話題になって、このさくらももこさんの詩に曲をつけるようになったのは本当ドラマがあって、そう、この曲がまさに僕を育ててくれた曲でもあるんですね。自分で書いときながら。そもそもこの曲っていうのは最初ピアノ曲として作ったんですね。自分が大学生の頃にみたいなピアノ曲を作ってあったんですけども、相模大野の本屋、本屋に行った時にさくらももこさんの、これ文庫版なんですけど、もうちょっと大きいハードカバーに入った文庫化される前にね、この本に出会いまして、パラパラとめくってたら、さくらももこさんってね、ちびまる子ちゃんでおなじみですけれども、詩も書くんだと。でパッとこうめくった時に、いい詩だなと思った詩が読みながら、その自分が作ったピアノ曲のメロディーが重なってきたんですよね。それで、要するにピアノ曲に詩を後から載せるような、たまたま載っちゃったんですけども、感じでできた曲なんですね。本来の手順的には詩人に先に、この詩に詩をつけたいというふうに手紙を書いたりとか、出版社に連絡を取ったりとかして許可を得てからやるべきことなんですね。ただ僕その時はまだ本当学生とかだったし、そしたらそれが歌われるようになってしまったので、もう慌ててさくらももこさんの事務所に連絡して、最初はね許されなかったんですよね、その事務所側から。ご本人がたまたま曲聴いてくれて、これはいいねって言ってくれたってことが全ての始まりだったような気がしますね。さくらももこさんの事務所って割と厳しくて、そのさくらももこさんの作品に対してそういう、詩に曲をつけるとかってことは基本的に許してなかったらしいんですけども、さくらももこさんの詩に曲を書いている人っていうのはほぼいないんじゃないですかね。そこから相沢さんがいろいろ音楽、作曲家として、なんか道を切り開いていくみたいな感じですか？すごくかっこよく言ってしまうとそういう感じに、結果的になったかなと思います。大切なことは全部ここにあるっていう詩なんですけれども、まさに僕にとっても大切なことはもうこの曲に詰まってるなと。というわけで作曲家の相沢さんのデスク環境を見せてもらいました。僕とかも Mac を使ってたりとか iPad を、あとカメラを使ったりもするんですけど、やっぱね全然使い方が違うんですよね。同じ、Mac とか同じ Apple 製品を使ってても、用途とか使うアプリが全然違うんで、これがねすごい面白かったですね、やっぱり。あとは結構僕の勝手なイメージだと、作曲家の方とかってやっぱり紙の楽譜を使ってこう殴り書きしながらぐしゃっと丸めて捨ててみたいな、ベートーベンみたいなイメージが
すごくあるんですけど、やっぱ最新というか今の人たちは結構 iPad を使ったりもされるんで、意外とこうやってる分野は全然違うんですけど、なんかこう YouTube 動画とかブログとかに通ずるものがあって、似てますよね。その作業するあれも似てると思いますし、その考え方も多分似てると思いました。話聞いてその動画の作り方と曲の作り方ってすごく近いし。というわけで今回の動画は終わりにしたいと思います。トワログではこの動画の他にも、いろんな職種の方のルームツアーを企画していたりとか、あとカバンの中身もね、いろいろ見せてもらってるんで、もしよかったら他の動画もチェックしてみてください。というわけで次の動画でお会いしましょう。トワログでした。さよなら。